油の汚泥が至る所に広がり、大半の生物が死んでしまった。中には新たな環境に適応し、それに伴い変化した生物もいた。進化にはそんな過程もある。だいぶ痛めつけたな。見ろ、かつての者たちが残した緊急ボックスだ。珍しいな。あのパイプは脆そうだ。クローバールを使うといい。おお、そろそろ本気でここから出る方法を探さないとな。モークは体内にあるいくつもの臓器でバイオ物質を生成している。
痛を感じると放出する。それを浴びた生物は DNA に影響を受ける。もちろん君も例外ではない。トクサノールは迫り来る破滅から逃れるためにアークと呼ばれる船をいくつも作った。だが遅すぎたのだろう。彼らが置き去りにした一隻のアークから飛行記録が見つかった。他のアークは空の彼方まで旅立った。新たな故郷を見つけるという希望を最後まで失わなかったようだ。ロックされている。残りわずかだ。無駄にするなよ。はるか昔、この世界を大きく変える出来事となった終末の大災悪についての記録はほとんど残っていない。だが明らかなのは、この世界がトクサノール社の無謀な開発計画に耐えられなかったということだ。彼らが行ったレアアースの採掘や核事業は大量の廃棄物を生んだが、それらは全て未来に何の配慮もないまま埋め立てられた。やがて埋める場所がなくなると、彼らは恐ろしい決断をする。有害な廃棄物を沖合に投げ捨てたのだ。廃棄物は時が経てば崩壊すると考えられていて、その目算は正しかったのだが、それらが引き起こすことになる事態を予想できた者は誰一人としていなかった。沖合に捨てられた廃棄物の放射線は野生生物の遺伝情報を書き換え、奇妙なミュータントを生んでいった。それは生態系全体に甚大な影響を与えた。自然界からの報復によってトクサノールは崩壊し倒産したが、このもはや後戻りできない世界が我々に残された。別に弾丸が当たる音はいいもんじゃない。あのドアの向こう側から聞こえてくるぞ。警告ラベルだな。あの箱には手を焼くかもしれない。ドアの回路をショートさせるにはパズルを解かないといけない。システムにとってかなりのショックだったようだな。もう一度試してみよう。
システムにとってかなりのショックだったようだな。もう一度試してみよう。システムにとってかなりのショックだったようだな。もう一度試してみよう。やったな。車輪がついたものが数で押されている。助けてやるべきだ。これで片付いたな。増援が来る前に車輪がついたものと話してみよう。君が味方になってくれたことに彼は感謝しているようだ。彼の声には聞き覚えがあるが、君はどこで聞いたのか思い出せない。彼は自身はアウト・オブ・デートと名乗っている。彼は自分が時代に取り残されていることを理解しているが、諦めきってはいないようだ。彼は君が覚えていないことに対して驚いていない。すべてが変わってしまったあの夜、君はまだ小さな子供だった。最近グレートウォールの外で目撃された赤眼の浪人の噂が流れている。彼はその噂が間違っていなかったことを確認できて喜んでいるようだ。のけ者として育った赤眼の子供の伝説は古くから伝わる悲しいものだった。その子は何にでもなり得たが、悪から逃れた代償として跡が残った。過去を物語る顔の傷だ。君がその子供であることは疑いようがない。ルパルパンが君の村や両親にしたむごい仕打ちは君から全てを奪った。だが始まりにもなった。彼は言った。君が長い時間をかけて過去を受け入れ、己の道を探し当てたことを喜んでいると。襲撃にあった後、村の統率は乱れた。君の母の門弟たちは自分たちに降りかかった災いへの反動からいくつかの集団に分かれてトライブを結成した。生命の木がなければ誰一人として生き残れなかっただろう。君がせめて生命の木のことを覚えているのを願っているようだ。彼は村からここまではかなりの距離があるから疲れているんじゃないかと聞いている。君がここにいることを母親が知っているのかを心配しているようだ。
君の心の闇が大きくなろうとも母親の愛ほど揺るぎないものはない。きっと気にかけているはずだ。彼は君がこんなところまで来た理由を知っている。彼らにポテトピープルに会うためだと。ポテトピープル、通称ノノは驚くべき存在だ。ここの小さな木と何らかの形でつながっていて、その生命の源に力を送っている。魔法？いや、彼によればそれは生きとし生けるものに力を与え、お互いをつなげる生命のエネルギーだ。ノノを見てみろ。ノノは輝き草の中に隠れる。あそこの草を揺らしてノノが飛び出してこないか試してみろと言っているようだ。見つけたな。これは自慢できるぞ。誰にでも姿を見せるわけじゃないからな。ノノの気のエネルギーこそペンサイが生命の木に育つために必要なものだ。時が経てばわかるだろう。彼が自分の人生を捧げるのは小さな意志も世界の運命を左右すると感じているからこそだ。生命の木は根気よく育ててやる必要がある。大きく成長させるにはノノがペンサイの木と一つになることで放出する爆発的な気のエネルギーが必要だ。ノノを捕まえるには収集ネットが必要だ。彼のネットを使って優しく捕まえてほしいと言っているようだ。ノノはとても繊細な生き物であると同時に原子のエネルギーである気の化身でもある。いつの日か世界を支えられるほどに木が大きく育つことを彼は望んでいる。だが今日集中するべきことはノノをペンサイの木と一つにしてやることだ。ノノと樹木のつながりをその目で見た君ならもう疑う理由はないな。今日から彼の人生の目標はペンサイを生命の木に育て上げることとなった。我々の村のためだけでなく全ての民のために。やがてこの地も平穏を失う。君の母親ですら我々を守ることはできないだろう。母親が君を探しに来る前に急いで村に戻ったらどうかと勧めているようだ。今日できることは十分やっただろう。
う
ああ、彼女には心配事がたくさんある。昨夜も門弟を率いてルパンのキャンプを襲撃したから休息が必要だな。そういえば捕食者の家族は生かしておいたのだろうか。彼は少し戸惑ったが、孤立した記憶など存在しない。君がたどる奇跡の一部なのだ。彼は生命の木を育てた日々を全て記憶している。今それが無駄になろうとしていることを心配しているようだ。生命の木が生気を失い始めたのは終わりの時が始まった頃からだ。それはワールドイーターの到来からほどなくしてのことだった。トクサノール社がこの地にもたらした終末の大災害は記録にも残されている。それは世界にとって2度目の進化だった。我々の決闘はここから始まっている。メックトンというロボットを修理している彼の友人のギズモが西に伸びる根っこの果てでワールドイーターのジャンボパフを倒す手助けをしてほしいそうだ。彼の友人のウィズはオクトポットという潜水艇を修理している。北西に広がる根っこの先端の下で水中にはびこるワールドイーターのマークパフを始末するためだそうだ。彼の友人のノコがムートという動物を手なずけて東の根の先端でワールドイーターの夫婦パフに対抗する準備をしている。彼の友人のグープが作っている水上バイクのヘドログライドがついに完成間近だそうだ。沖合を越えて南東の根の先端にいるワールドイーターポーキーパフのところまで行けるマシンだ。アウト・オブ・デイトの仲間たちがワールドイーターを止めるべく動き出したそうだ。生命の木の根の果てにそれぞれ1匹ずついる。この先の道は楽なものではない。彼は君に期待を寄せているようだ。彼の仲間たちだけでは戦力不足だろう。そして君に生命の木が救えなければ皆が死ぬということを理解してほしいのだ。いずれにせよひとたびトライブ間の抗争とワールドイーターたちに関わればきっと我々は再会することになるだろう。コツをつかめてきたようだな。外に出るなら奴らが入ってきた屋根を通るといい。ロープは頑丈だ。上り下りは十分できるだろう。
生命の木は日々弱り続けている。助けがなければ環境の変化への適応はおろか、ワールドイーターたちの攻撃にも耐えられないだろう。標識だ。方向音痴には役立つぞ。